皆さんこんにちは。車いじりバカです。全国10万人のコペン乗りの皆さん、大変お待たせしました。今日は久しぶりにコペンをいじりました。実は私のコペン、こんな感じで塗装が剥げてしまっていまして、これを修理していくという動画になります。今日はこの動画をお見せしながら、一つあるテーマについてお話ししようと思います。題して、青空駐車でプチ旧車のボディを維持する方法です。それでは参りましょう。私のコペン2006年式なので、今年で18歳になります。人間でいうともう成人年齢ですよね。ということで、18年も経つとあちこちが劣化してくるんですが、私のコペン、型式でいうと L880K は、同じコペン乗りの仲間の間では、塗装が弱いことで有名です。私も過去にこんな目に遭いました。あ、取れちゃった。お友達のコペン乗りさんもテープ剥がしたら塗装持ってかれたとか、ボンネットの塗装が浮いてきたとか、そういう話をよく聞きます。あとですね、もともと製造過程での塗料とボディの密着度があんまり高くないという話も聞いたことがあります。それで私のコペンの現状なんですが、こんなことになっております。前から何回か動画でも言ったりしたんですけど、ここですね。塗装がもう浮いてしまってて、これセロテープで留めているという状態です。もうこっから見えるかな、こういう風にがっぽり浮いちゃってて、もうこれ多分テープ剥がしたら剥がれちゃうと思います。でここもこんな感じで飛び石で剥げちゃってて、ここも私がペイントしたんですけど、なのでこれの塗装にチャレンジしようかと思ったんですが、ボンネットの塗装とか絶対私の実力では無理なので、しかもコペンの塗装はかなり特殊、5層塗りやったかな、なんかすごく深みのあるツヤが出てるので、あとこの辺もちょっともうこれは前からですけど言ってますね、傷というか割れですね、塗装の。はい、ということで塗装を諦めてですね、ボンネット買いました。中古です。まずはですね、こいつをほどいていきたいと思います。どんな具合のものが、ヤフーオークションで写真でしか見てません。なのでちょっと今から上げていきます。はい、今言っておりました通り、今回はこのペイントのハゲを塗装して直すことを諦めて、ヤフオクで程度の良さそうなボンネットを安く落とせたので、これに交換していくことにしました。ただヤフオクでこうしたボディのパーツを買うことのリスクは、写真じゃ綺麗そうに見えたのに、届いて開けてみたらとんでもなく汚かったということがあることです。ドキドキしながら開封してチェックしてみました。色はやっぱりパールホワイトと同じなんで全然問題ないです。で、一箇所割れがあるというふうに言われていたやつはですね、これだな。これですね。ちょっとうまく映ってるかわかんないですけど、これはもう本当にちっちゃい割れです。私全然こんなん気にならないです。で、私の塗装が割れちゃったこの辺なんですけど、少しこれ石が飛んだんでしょうね、多分。同じようにここやっぱ当たるんですね、石が。少し飛び石とかで剥げてますけど、でも全然私のに比べたら綺麗です。私もうカバーにかけてコペン置いてるんで、もうこれ以上ひどくはしないつもりです。そういう意味ではやっぱこれと比べると全然綺麗ですね。で、割れもこの私のこいつよりは随分とちっちゃい割れなんで、私はもう全然気にならないです。はい、このボンネット実は1万円ちょっとで落札できたので、本当にラッキーだったと思います。ということで、ここからは元ついていたボンネットを取り外して、買った中古のボンネットを取り付けていきます。私、ボンネットダンパーをつけているので、若干ノーマルのコペンとは違いますが、基本的には作業は同じで、ボンネットのヒンジのボルトを左右2箇所外して、それを留めていくだけになります。はい、それでここからは、この取り付けの様子をご覧いただきながら、冒頭にお話しした私のコペンのような
プチ旧車をピカピカに維持していく方法についてお話ししていきたいと思います。まずその方法論に行く前に、私のコペンがなぜこんな風に塗装ハゲ状態になってしまったのか、その振り返りを少ししてみたいと思います。まず私がコペンを買った7年前ですが、当時ですでに11年落ちでした。ワンオーナーの車を買ったので、バンパーに小さい傷はありましたが、ボディはピカピカ、モールやゴムパーツも全然綺麗でした。もしかしたら前のオーナーさんは屋根付き車庫保管だったのかもしれません。それでここからが私の反省なんですが、私の家の前の車庫は完全に青空駐車で、しかも南向きなもんで、もろに直射日光が車に当たります。そんな環境なんですが、私はコペンには隙があったら乗りたいし、そのたんびにカバーなんて外したりかけたりするのは面倒だと考えていました。しかも私は、車というものはそもそも外に置いてあるのが当たり前。さらに言うと、そういうことを前提に車というのは作ってあるんだから、多少の雨風や日光に当たっても全然大丈夫と考えていました。ということで、私は当時11年落ちだったコペンをカバーなどは全くかけずに、ずっと南向きの青空駐車で雨ざらしにしていました。今から思えばなんと愚かなって感じですね。とはいえそんな中で私が一つだけやっていたことがありまして、それは南を前にして駐車していると、いくらヘッドライト磨きで綺麗にしても数ヶ月でライトがすぐに曇ってしまうので、確か買ってきて2年目ぐらいからは車体後ろが南向きになるように、つまり家に向かって前向き駐車で車を止めるようにしていました。そんな私が車の劣化に気づき出したのが買ってから3年目ぐらいからですかね。この頃にはもう365日毎日日光に当てられて雨風にさらされてたので、コペンが悲鳴を上げてたんだと思います。雨漏りが発生しました。車には通常ですね、窓の部分にウェザーストリップというゴムのパーツが使われているんですが、コペンのようなオープンカーの場合、このウェザーストリップが屋根中に張り巡らされているので、これが劣化してついに雨漏りが発生したという次第です。この雨漏りを直すのに実は私1年以上格闘しました。その DIY の動画は別途上げていますので、またご覧いただければと思います。はい、それでこの雨漏りを機にウェザーストリップの劣化を止めようとして私が導入したのがハーフカバーというやつです。ハーフカバーでもオープンカーのウェザーストリップ部分はちゃんと保護してくれますし、何よりフルカバーはつけたり外したりがとても面倒だし、外して置いておく場所も取るし、ハーフカバーならお手軽につけたり外したりができ、しかも小さく折りたためるので、なんならコペンのトランクにしまって走り、帰ってきたらトランクから出してつけるということができると思ったので、ハーフカバーを選択しました。あと決定的だったのは値段の安さですね。フルカバーはだいたい1万円以上、高いものだと数万円するのに対し、ハーフカバーは確か5、6千円で買えたと思います。相変わらず私ケチなもんで。それでこのハーフカバーをどうでしょう、1年ぐらい使いましたかね。効果としてはもちろん雨漏りはしませんでしたし、ボディの劣化という観点では屋根やボンネット、そしてトランク部分もちゃんと守ってくれたので、これはこれで一定の成果を上げてくれたと思っています。ただですね、約1年ほど使ってハーフカバーの使用はやめました。やめた理由は、私の駐車スペース、実は結構な風が吹くところでして、このハーフカバーが風で煽られてかなりバタつくんですよね。それでも前後4箇所とドアミラーにゴムを引っ掛ける構造になっていたので、風で飛んでいくこともなかったですし、それはそれで良かったんですが、実はボディの特定箇所に擦れ傷と黒ずみが見られるようになったんです。具体的には前後4箇所にゴムが接続されている部分が風でバタつくたんびにボディと擦れて、ボディが少しダメージを食らっていたということです。幸いその傷は発見が早かったので、コンパウンドをつけて少し磨いたら落ちてくれたので良かったんですが、もし気づくのがもっと遅かったら深い傷を与えてしまっていたかもしれません。そして私が様々なリサーチを経てたどり着いた
最強の屋外保管方法がこちらです。大きく2点ありまして、まず1つ目にボディにはワックスをきっちりかけるということです。そして2つ目にカバーはカバーライト製のものを使う、この2点になります。はい、まずボディにワックスですが、そんなん当たり前じゃと思っておられるワックス派の方も多いかもしれませんが、実は私ここ数年はずっと洗車後にシュシュッと拭いて拭き取るだけといういわゆるケミカル系水はじき剤を使っておりました。私以前は洗車したらワックスをしっかりかけるというのを数十年やってきたんですが、このケミカル系の薬剤に出会ってからはとにかく簡単だし、ワックスがけみたいに腕もだるくならないし、しかも効果も長続きするということで、ここ数年はずっとそのケミカル系の洗車後シュシュッとやって拭き取るというのに頼っておりました。しかしながらこれあくまで私の主観ではありますけれども、ケミカル系は皮膜が薄いと思うんですよね。対してワックスはケミカル系よりも厚い皮膜ができて、ボディを傷からしっかり守ってくれると思います。私がハーフカバーでボディに傷と黒ずみができてしまったのもケミカル系に頼っていたせいもあると感じています。次にボディカバーですが、カバーライト製のものは私が過去に使ったことがある薄型のものと違いまして、確か5層構造とかで車のボディに当たる内側が起毛になっておりまして、柔らかい生地でできています。この柔らかい生地の部分とワックスのテロテロツルツルにしたボディの相性がこれまた抜群に良いです。適度に滑って風によるバタつきが多少あってもボディに傷がつく心配はほぼないと感じています。またこのボディカバーですね、雨が降っても内部は湿っている程度で、この5層構造が水を染み込ませて貫通させるのではなくて、地面の方に向かってうまく流してくれているように感じます。コペンのものだとこのボディカバー1万円台で買えるので、ボディカバーを考えておられるコペン乗りの方、プチ旧車乗りの方、断然おすすめしたいと思います。はい、ということで今現在の私の結論としては、ワックスでテロテロにしてカバーライトで保護。これで青空駐車は完璧だと思っています。そんなことを言ってる間に私のコペンうまくボンネットが交換できて、無事に塗装はげのない完璧な姿になってくれました。嬉しいです。私のコペンちゃん顔が綺麗になりました。よかった。よし、じゃあ洗車してここを綺麗にワックスかけたいと思います。はい、シーンが切り替わっていきなり別の車が登場してきましたが、実はこれ私がいつもお世話になっている近くの車屋さんに泊まっていたコペンです。たまたま通りかかってあんまり綺麗だったので、オーナーさんにコペン止まってますやんと興奮気味に言ったところ、あれ買ったんだよとのことで、私も興奮度マックスになりまして見せていただきました。いやピカピカっすね。2万キロ、走行距離2万キロぐらいですね。2万3000ですか。いや近くでお世話になってる車屋さんのオーナーさんが買われたコペンです。いいなライトとかもピカピカっすね。そうなんですよ。あれ車高管ですね、きっと。車高管。いやいいなピカです。いやこのホイールは最初からついたんですか？いや、あ、買ったですね。いやシートがすごい綺麗なんですよ。もうほぼ新車っすね。ほぼ新車ですよね。内装もめっちゃ綺麗。このカーステは改造されたそうです。7インチをつけられたそうです。さすが車屋さんっすね。さすがプロ。あ、俺もこれ欲しいんだよな。これをつけたんすか？つけた。さすが。ちなみにエンブレムはいいっすね。サソリエンブレムです。
これも自分で。これもいいっすね。さすがセンスいいっす。いやちょっともう一回エンジン上げてもらっていいですか。いいですよ。これはいいわ。パワーバーとこのパイプとインタークーラーを変えられたそうです。この赤のあれですか、チューブも全部。そう、全部手に入れて。さすがさすがさすがプロ。前マウント買ってもらったじゃないですか、はいはあれもうめちゃめちゃ苦労したんですよ。い。後ろが大変であれあれ、あでもピカピカですやん。す。うん、これはすごい綺麗。あそうか、まだ2万キロしか走ってないから、そうかそうかそうか、あれもう死ぬかと思いました。でしょ。はいよくやるなと思って。死ぬかと思ったマジで。いやいいものを見せていただきました。いいえいえいえ。や当然雨漏りなんかしないですよね。全然しない。しないですよね。かっこいいです。ホイールもバッチリ。アンテナはあれ短いのにしたんですか。そう。あ、伸びるの。あ、そうなんだ。はい、いつも私のコペンを整備していただくときに欲しいんだよなーっておっしゃってたので、極上のコペンを手に入れられてとてもオーナーさん嬉しそうでした。そして私も嬉しかったです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。